ランクルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。チームランドクルーザートヨタオトモデドライバーの三浦です。まずはダカールラリー2022ランクル200ラストランへのご声援ありがとうございました。おかげさまでチームでワンツーフィニッシュ、市販車部門 V9 を取ることができました。本当にたくさんの応援ありがとうございました。今日はですね、このダカールラリー2022の大会を振り返りながら、いろいろ表には出てなかった話っていうのがたくさんありますので、ちょっとそんなお話を少し紹介していきたいというふうに思います。まず今回の大会、3年目のサウジアラビアの大会となったんですけれども、一番の驚き、寒かったんですよ。ラリーといえば暑さとの戦いっていうのを皆さんイメージされると思うんですけども、現地の人も驚くくらいの寒波に、そしてですね、雨が特に前半ですね、結構降って本当に冷え込みまして、メカニックは夜の作業大変だったと思いますし、僕たちテントを張って寝袋で本番中は寝るんですけども、寝袋入ると顔の部分だけが出てるじゃないですか。そうすると顔が冷たくてもう 2,3 時間おきに目が覚める。それが予想外に過酷だったなというところですね。そしてもう一つ、いつものダカールラリーですと、例えば今日は砂丘のステージ、今日は高速ステージとかステージごとに特性っていうのが決まってるんですけれども、今回の設定されたルートは毎日必ず砂丘が出てきますという、そういう設定だったんですね。やはり毎日砂丘が出てくるというのは非常に集中力を使いますし、気を抜けないステージが続くというところで、全体的な難しさがあったなというふうに思っています。では中身の方に少しずつ入っていきたいと思います。で今回ですね、何ステージかテーマがあったステージのことを紹介していこうと思うんですけれども、前半戦おそらく一番のハイライトになったのが第4ステージ。この日距離もすごく長くてですね、で後半には大きい砂丘も出てくるということで、今大会最初の難所になるなということで、僕たちもしっかり準備をしたステージだったんですけれども、その日もですね、スタートしてからしばらくは超高速のグラベルなんですね。びっくりするぐらい路面が波打ってて、結構飛ぶんですよ、車が。ただ当然ダカールラリー他の車もたくさん走ってます。他の車と一緒に重なってしまって前の車に追いついたり抜かれたりすると、砂ぼこりで前って何にも見えなくなるんですね。でその何も見えない状態でジャンプするかもしれないっていうようなところをずっと走っていくっていうのはとてもリスクを負うことになりますし、何より自分たちにとってもストレスになるので、いいペースで走っていかなきゃいけないなっていうふうになったんですけれども、結構180キロぐらい走った地点だったと思うんですけれども、ある程度来てあと何キロで砂丘かなっていうようなことを考え始めた時にですね、前走車を抜こうとコーナリングした瞬間に急に車が傾いたんですよね。でなんだと思ったら、自分たちの目の前をタイヤが一輪追い抜いていくんですよ。で右のフロントのタイヤが外れちゃったんですね。でタイヤって車から外れるとあんなに速いんだなということに後では驚いたんですけれども、で、乗ってる時の気持ちとしては、そのタイヤが取れたっていうことは分かるんですけど、何がトラブってタイヤが取れたかっていうのは分かんないわけですよ。まず止まってその状況を確認しなきゃいけない。で当然トラブルが起きてから止まるまでほんの数秒、10秒もないぐらいの時間だと思うんですけども、その時間がとにかく長く感じて、もし修復できないトラブルだったらどうしよう、もしどうしようも対処できなかったらこういうリタイアになってしまうんだろうかっていう、ものすごいその緊張感が走った10秒ぐらいだったなっていうのがすごく印象に残ってます。で結果スペアパーツを持っていて交換すればタイヤを戻せるということが分かるトラブルだったので、30分ほどの修復作業をドライバーとナビゲーターで修復してですね、なんとか再スタートすることができました。もう一つそのトラブルに関するお話で、実はラリー中にコースにタイヤとかホイールを捨ててきてはいけないっていうルールがあるんですね。当然環境的に良くないんでそういうルールができてるんですけども、タイムペナルティと罰金が課されるんですよ。僕たちタイヤが外れて飛んでっちゃってるんですけど、要はそのタイヤを捨てて帰ってくることは禁止されてるんで拾いに行かなきゃいけないんですけれど、かなり転がっていってもう見えなくなるぐらいの点になって倒れたかなってぐらいだったんで、
あれ取りに行くの大変だなと思ってたんですけれど、クワッドっていう四輪の、小型バギーの選手がですね、本当にいい人だったんですけれど、わざわざそのタイヤ気づいて僕たちの修理してるところまで届けに来てくれたんですよ。これお前たちのタイヤだろうっていうふうに言ってくれて、助けてもらって本当にありがとうなんて言って、そこでその人とは友達にもなったんですけれども、そういう選手同士の助け合いっていうのはルールでも許されてますし、これダカールの一つの魅力なんですよね。やっぱり選手みんなで冒険でゴールを目指しましょうっていう気持ちがあるから、そういう他チームの選手、はたまたカテゴリーが全然違う選手でも助け合ったりとか、競い合うライバルでもあるんですけれども、一緒にゴールを目指す仲間でもあるというダカールの一面が見れたシーンでもありました。それでですね、長いステージ、400キロを超えているので、そのトラブルが起きた地点というのはまだまだ中間地点です。後半の砂丘に臨むんですけれども、実は砂丘で日が落ちてしまうと走るのはすごく難しいんですね。なんとか明るいうちにその砂丘を越えなければいけないということで、後半はプッシュして砂丘に臨みました。でなんとかですね、もうギリギリ、最後本当にちょっと日没同時ぐらいでしたけれども、難しいその砂丘のポイントは越えてですね、よしこれであと残りはゴールを目指すだけだっていうふうにちょっとほっとしてたんですけれど、実はそこで気が抜いたのがまだまだ早かったんですよ。一番最初にですね、今回前半は雨に苦しみましたっていう話をしたんですけれども、その雨の影響が残ってたんですね。で何が起きたかというと、こういうラリーで使われる砂漠のエリアっていうのは実は雨季と乾季っていうのがあって、川っていうのは雨季は水が流れてるんですけど、乾季は水流れてないんですよ。そうするとその乾季に僕たち基本ラリーをやってるので、川の底っていうのが道として使われるルートになったりするんですね。でまさにそんなステージだったんですけれども、その突然降った雨のせいでめちゃくちゃ水が張ってたんですよ、川に。だけれども地図にはその川を走るという指示の地図しかないので、自分たちで新しいルートを開拓していかなければいけなかったんですね。でどの選手もどこを通るかっていうふうに迷ってますし、走ってる間に水の中で身動き取れなくなった車をいっぱい見るわけですよ。でどこで渡ればいいんだ、どこで渡ればいいんだ、しかももう暗くなっちゃって周りあんまり見えないしっていう中で大変な思いを走りながらなんとか抜けてきたと思ったんですけれども、僕たちもその泥の中に最後ははまってしまいまして、これどうやって出すんだっていう真っ暗な中ですね、ちょっと途方に暮れかけたんですが、たまたま応援に来てた現地のそういうファンの方ですねがいたんですよ。で僕たちのことを見つけてくれて、こっち側から行けるからって言って一般車がロープつないで出してくれて、窮地に衣装を得たというか、なんとかその泥沼を脱出してですね、その日はゴールすることができました。なので距離も長かったんですけども、もう一日にとにかくたくさんのことがありすぎて、時間的にもすごく長く感じた一日になりました。で今、一般の観客の方に助けてもらったっていうふうに言ったんですけれども、ラリー、こういうクロスカントリーラリー、ダカールラリーもそうですし、WRC ラリーのようなスピードラリーもそうなんですけれども、観客に選手が助けられて、なんとかゴールにたどり着けるなんていうシーンはよくラリーではあるシーンかなというふうに思います。そして、後半戦ですね。後半戦は、サウジアラビアの南側を走るステージに今回なりました。で実はサウジアラビアというのは北側より南側にエンプティークォーターと呼ばれる広大な砂漠がありまして、もう本当に延々と砂丘が広がっているようなそんな大地なんですね。でそこを通っていくっていうことで、後半戦砂もどんどん柔らかくなりますし、高い砂丘も出てくるだろうということで、後半もっと難しくなるなと思ってたんですけれども、その予想は見事に的中しまして、後半になったら結構登るのが大変な砂丘が何回もあって、もう1回では登りきれずにもう1回戻ってやり直してなんとか越えたとか、そんな非常に砂丘を登るのに苦労したなというのが後半戦全体の印象です。で後半戦最初のですね第8ステージですね、僕たちのチームメイトロナルドたちが乗っている車にこの日はちょっとしたアクシデントがあって、
それを少し紹介したいと思います。皆さんねこう映像でこう空撮で先を見てるとこう斜面をこう綺麗に、サーフィンだったりこうスキーのように走っていくっていうふうに思うと思うんですけども、実は乗ってる側からするとその砂丘の尾根の反対側って見えないんで、それがこう緩いのか急に落ちてるのかって結構分かんないんですよ。とはいうものの毎回止まって確認してたらレースにならないので、横とかですねこう広く景色を見渡してこの辺尖ってる砂丘が続いてるからきっと落ちてるんじゃないかなとか、この辺こう緩やかになってるようだから多分そのままいけるんじゃないかっていうようなことを見ながら想像も含めて走っていくんですけれども、緩やかなこうウェーブが続いた後に突然崖みたいにストンと落ちてる場所がその9日目は1箇所あったんですよ。で自分たちもそこ危ないって思って、で僕たちはこう通り過ぎた後に実は後ろの車が前転してったんですね。バックミラーで見たんですけれど、だからうわやっぱりここ危なかったんだって思いながら通過したんですけれど、おそらくその数分後に2号車のロナルドたちも通過してて、で彼らそこに落ちたんですよ。で転倒することはなかったんですけれど、そこまでだいたい100キロ近くの速度で出てたのが突然落ちて地面にこう突き刺さるような形で車が止まったので、結構やっぱり体に強い衝撃がかかったんですね。オンボードの映像で彼らのその瞬間っていうのは残ってたんですけれど、もう本当にその瞬間の声っていうのがちょっと痛そうな声をしてたので、僕たちも帰ってきてその映像を見た時は大丈夫かなっていうふうに思ったんですけれども、さすがランクルタフと言われるところがその通りだなっていうことだったんですけども、ちゃんとですねこう乗員の安全を守ってくれて、その瞬間的にはちょっと痛いなって思うこともあったみたいなんですけれども、特に怪我とかはなくですね、車もトラブル抱えることなく戦線に復帰してくれたので、なんとか2台でゴールできました。でこの時2号車がちゃんとゴールしてくれたっていうのが実は後半僕たちにとってとてもこう重要な意味を持つことになるので、そんな話はまた後半していきたいと思います。そして、第11ステージにやってきます。で実はこの第11ステージ、今大会でおそらく一番難しいだろうと言われていたステージだったんですね。僕そこに向かう時の気持ちとしては、前半戦難しかった第4ステージ、絶対ノートラブルで走り切ってみせるっていうふうに思いながらも、こういろいろなマシンのトラブルだったりこう雨の影響でこう泥に捕まってしまったりそんなことがあったので、第11ステージは失敗せずにパーフェクトで必ず走るんだっていう、ものすごいこう気持ちを込めて実はスタートしたんですね。ところがなんとですねスタートして10キロいかないうちに前後同時にパンクするというスタートになりました。でその一番難しいステージ、距離でいくと360キロぐらいだったと思うんですけれども、その10キロ地点でタイヤ2本失ったというのがどういう意味かというと、実は大会のルールでスペアタイヤは3本までしか持てませんということが決められています。で残り350キロ走んなきゃいけないのにスペアタイヤがもうその時点で1本しかないっていうのは相当なリスクを抱えて走るということなんですよ。でここで一気に自分の緊張感が高まっちゃったんですね。もうミスは許されない、そこまではこうチャレンジしていくぞ、少しでもいい走りをっていうこう前向きな気持ちになってたのが、一気にこうプレッシャーにやっぱりこう精神的に負けたんでしょうね。もうすごく緊張感が走ったのを覚えてます。でそこからしばらくいかないうちにかなり難しい砂丘が出てきたんですけれども、やっぱりその慎重になるあまりにこうスタックしてしまったりとか、ちょっとこうあまりいいラインを通れなかったりとか、こうミスが出ながら走っていくんですけれども、その日もすぐ近くに2号車がフォローしてくれていて、彼らは順調にスペアタイヤちゃんと3本持って走ったんですけど、僕らは1本しかないと。中盤を越えてきたあたりでもうその日は日が落ち始めてだんだん暗くなってきたんですけれども、最後の先をなんとか明るいうちに越えたいということでちょっとペースアップをしていったんですね。そしたらまさかの3本目のパンクで、パンクして暗くなっちゃう、もっと急いでいかなきゃっていうふうに思いますよね。思っちゃダメなんですけど、そうやって精神的にちょっと焦ったんですね。でついに4本目のパンクをしてしまいます。
で4本目のパンクをしたらどういうことかというと、もうスペアタイヤはないんですよ。ただその時に2号車が後ろから追いついてきて、自分たちのタイヤ使ってくれっていうふうに渡してくれたんで、僕たちはタイヤ交換してゴールすることができたんですね。なので先ほど知った2号車にとって、大変な日になった第8ステージ、ここでもし彼らが走り続けることができなかったら、僕たちもすなわちその第11ステージでフィニッシュすることができなかったかもしれないというところで、本当にやっぱり2台で走り切るということがすごく大事なんだなということを改めて思いましたし、チームメイトには本当に助けてもらって感謝しかないなと思います。そして、ついに最終ステージを迎えて、最終ステージはですね2台ほぼ同時にゴールをしまして、無事ワンツーフィニッシュとなりました。で嬉しかったことにですね、トラック部門から参戦していた日野自動車さんもその日は近い位置で走ってまして、ランクル2台と日野自動車のトラック3台チームジャパンで並べてゴールで写真を撮ることができたというのは僕個人的にもすごい思い出になるシーンでした。で今ゴールしましたっていうふうにお伝えしたんですけれど、僕たち勝ったっていう喜びが爆発するのは実はこの SS をゴールした時点なんですよ。だけど本当のラリーのゴールっていうのはその SS のゴールからまた次の移動区間リエゾンがあって、最後フィニッシュポディウムを上がったところが実は本当のゴールなんですね。SS をゴールした時点ではチームメイトと僕たちと4人しかいないので、そのゴールのポディウムでもう早くメカニックに勝ったっていうのを伝えたいって思いながら帰っていくんですけれども、最後そのゴールポディウムに来てチームと合流して、そして車と一緒に表彰台に上がって、そこで受け取ったのがこのトロフィーになります。すごく今回の大会で印象に残ってるのが過去自分が優勝できた時のことを振り返ってみると、トップになってもう最後後半ステージ近づいてくると早く終わってほしいんですよ。っていうのは嬉しいと同時にやっぱり勝つとホッとするんですよね。プレッシャーから解放されるというか。なのでもうとにかくこのまま何もなく終わってほしい、早くゴールしたい、早く終わってくれないかなっていう気持ちがどこかにあるんですけれども、今回最終ステージを走っていて、そこに来てふと本当にこのランクル200で走る最後のダカールラリー、最後の SS に今自分がいるんだなっていうことを、ある時から少し思っていて、で僕はこのランクル200デビューの時はナビゲーター、そして、ドライバーに転向するという、自分の人生にとっても大きな転換期をこのランクル200と一緒に過ごして、でラストランは、今度ドライバーとしてっていう形でずっとこのランクル200と一緒にモータースポーツをやってきたんですね。でそう思うとなんかゴールしてほしくないなっていうのをすごく思ったんですよ。もっと走ってたいなっていう。なのでなんか早くゴールしたいっていう気持ちもあるんだけれど、どこかまだゴールせずに走っていたいなっていうのをすごく感じながら乗りました。でもそれぐらい僕たちの走りに応えてくれた車には本当に感謝しかないですし、次のダカールのチャレンジにそれをつなげていきたいと思います。はい、ありがとうございました。以上がですね今回のダカールラリー2022のエピソードになりますけれども、次週はですねもう少しこのランクル200ラストランのランクル200ダカールラリー仕様の車がどんな車だったのかという少し車の解説とご紹介をさせていただきたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。ご覧いただいた皆さんありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。